ご覧いただきありがとうございます。今回は東京駅からはとバスに乗ってきました。はとバスの数あるコースの中から今回選んだのは東京タワー、スカイツリーとビュッフェのディナーがついたコースです。東京駅のはとバスの乗り場は丸の内南改札口を出て駅舎沿いに左へ進んだ場所にあります。ちょうど京浜東北線、山手線の高架下にあたる部分にはとバスの待合室や営業所が並んでいます。高架下の小さなスペースに待合室やトイレ、営業所などがコンパクトに配置されていました。待合室が複数用意されており、私たちは出発まで乗車する乗り場のすぐ前の待合室で待っていました。しばらくすると今回乗車するバスが到着し停車していました。今回のコースで使用されていたバスは2階建てバスアストロメガです。名前もかっこいいですが実物もとてもかっこよかったです。近くで見ると思っている以上にとても大きなバスでした。出発の時間が近づくとガイドさんがバスの前で受付をしてくださいました。今回のコースですが東京駅を出てまず東京タワーに行きメインデッキからの展望を楽しみます。その後レインボーブリッジを通過しディズニーランド横にあるヒルトン東京ベイのレストランでビュッフェディナーをいただきます。さらに夜のドライブを楽しみながら東京スカイツリー展望デッキへ行き地上350メートルからの東京の夜景を望みます。その後再び東京駅に戻ってきます。15時40分東京駅丸の内南口乗り場を出発しました。東京の2大タワーとディナーバイキングを楽しむワクワクの旅が始まりました。今回のバスには20名ほどの方が乗車されていました。皆様お待たせいたしました。本日は2階建てバスアストロメカにご乗車くださいまして誠にありがとうございます。本日皆様のご案内をいたしますのは運転は私ガイドのどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。本日は1階のガイドこの後バス車内での注意事項などガイドさんから丁寧に説明がありました。の着想をお願いいたします。本日ご乗車いただきました東京タワーと夜景の東京スカイツリーのコースはこの先バスは東京タワーへと向かってまいります。東京タワーでは150メートルの展望台からの東京の景色をお楽しみください。本日はヒルトン東京ベイフォレストガーデンでのビュッフェの夜パンをお楽しみ。皇居前道路のイチョウなどの街路樹が紅葉で黄色く色づき夕日に照らされてとても美しく輝いていました。紅葉も色づく東京の街をアストロメガの高い目線から見て回るのもとても良いと思いました。はとバスの2階席から望む車窓はとても見晴らしが良く普段見る東京の街並みとは違う景色のように感じられました。東京駅を出発してから約10分あっという間に東京タワーに到着します。地下鉄などで乗り継いで歩いてくるよりも圧倒的に楽でした。東京タワー付近は急な坂が連続していますがバスだととても快適に登ることができます。東京タワーが見えてきました。真下から見る東京タワーはまさに大迫力でした。それでは左をご覧ください。リトル東京タワーです。リトル東京タワーの周りもとても綺麗でした。こちらは時間があったら訪れたいと思います。この角度から見る東京タワーは本当に大きくそして美しいです。
到着しました。芸術的ですらある東京タワーの鉄骨です。入場券を買うこともなく、ほぼ顔パスのような状態でエレベーターに乗り込みます。地上150メートル、東京タワーから見る景色はまさに最高でした。東京タワーでの見学時間は約50分間でたっぷり楽しむことができます。展望台の高さよりも高いビルが数多くあり、東京に高層ビルが多くあるのが実感できます。季節柄、クリスマスツリーが展望台にも飾られていました。ちょうど位置的に高いビルの後ろになっていますが、この後行く東京スカイツリーがひょっこり見えていました。こうして東京タワーから地上を見下ろすと、東京には緑が少ないのがわかります。そんな少ない東京の木々ですが、ちょうど紅葉の時期なので、黄色や赤色に変化した街路樹が最高に綺麗でした。東京タワーの足元には緑の多い場所が広がっています。この広い緑のエリアは千葉公園、その中には増上寺があります。こちらは東京タワー内、東京23区内で一番高いところにある神社、タワー大神宮です。床がぐにゃぐにゃに曲がっています。東京タワー、展望台内の定番スポット、145メートルの真下が覗ける東京タワー名物、スカイウォークウィンドウです。ここまで乗ってきたはとバスがちゃんと私たちを待ってくれているのを真上から確認することができます。そしてこちらに見えているのが、関西の人たちには最も憎い存在の大阪アベノハルカスを抜いて日本一の高さとなった麻布台ヒルズ森 JP タワーです。東京タワーの下1階から4階まではフットタウンと呼ばれる商業施設が入っています。チケットカウンターや案内所のほか、お土産物店やフードコート、コンビニなども入っていました。東京タワー限定のお土産のほか、定番のお土産もたくさん揃っていました。到着前にバスの車窓から見えたミニ東京タワーを見に来ました。ちょうどサンリオのキャラクターキキララちゃんとのコラボが行われており、たくさんの人たちがフォトスポットで撮影されていました。バスへと戻ってきました。着いた時にはまだ明るかったですが、観光を終えるとすっかり日も傾いており、もうすでにタワーのライトアップが行われていました。何度見てもやはりとてもかっこよく、そしてとても大きなバスでした。この後私たちはバスに乗り込み、東京タワーを後にしました。東京タワーを出発し、これからディズニーランド方面へと向かいます。出発時は明るかった車窓の風景ですが、時間を追うごとに急速に暗くなっていきました。すいません。東京タワーからの展望はお楽しみいただけましたでしょうか。ここから先は高速を利用し、快適に東京ディズニーランドを目指します。ちょうど夕方の時間帯のせいかもしれませんが、道路はかなり混んでいました。バスが大きいせいもありますが、とても慎重に本線への合流をされていました。高速道、そして一般道での車線変更や右左折、さらには狭い駐車場への駐車など、まさに
神業ともいえるハンドルさばきを2階の見渡せる目線から見ることができました。バスは湾岸線へと入り、レインボーブリッジを渡ります。明るく、そして綺麗にライトアップされたレインボーブリッジが見えてきました。左側には東京の高層ビル群の夜景が、そして右側にはフジテレビなどのお台場の景色が見えていました。私たちの席はバスの左側の座席なので、東京湾越しに見える高層ビル群の夜景を存分に楽しみました。この区間では東京スカイツリーと東京タワーが離れてはいますが、同時に見ることができました。バスガイドさんは2階ではなく1階で乗車されていますが、常に車窓から見える風景の観光ガイドを放送されていました。運転手さんの素晴らしい安全運転とガイドさんの的確なガイドで安心して終点の東京駅まで楽しむことができました。葛西臨海公園のダイヤと花の大観覧車が見えてきました。夢と魔法の国、東京ディズニーランドが近づいてきました。右手に見えてきたひときわ綺麗なライトアップされた建物は東京ディズニーランドホテルです。今回ディナービュッフェをいただくヒルトン東京ベイは東京ディズニーリゾートのオフィシャルホテルです。東京タワーを出発してから約30分、まさにあっという間にホテルに到着しました。ホテルの敷地内、両脇の木々には美しい電飾が飾られていました。ホテルに到着しました。天井スレスレのホテルの車寄せにバスは直接乗り付けました。さすがディズニーオフィシャルホテルです。中はとても優雅でディズニーの世界観のある素晴らしいホテルでした。館内にはリゾートを楽しんできた人たちが夢の国の余韻と感動のひとときを楽しんでいました。ディナー会場はクリスマスムード漂う素敵なレストランでした。ガイドさんが到着のタイミングをホテルに連絡してくれているおかげで、私たちは到着するとすぐ席に着き、待つことなく食事をすることができました。この日のメニューは秋のランチ&ディナービュッフェと題して、シェフが目の前で焼き上げてくれる国産牛 100% のハンバーグやパルミジャーノ、レッジャーノチーズホールで仕上げる生パスタ、リゾットなどヤバすぎるメニューが提供されていました。滞在時間も60分あり、ゆっくりとそして満足いくまで数々の素晴らしい料理を堪能することができました。味はもちろんですが、見た目にもとても美味しそうな料理の数々が少し減っても次々と補充されていました。動画の編集上デザートになっていますが、この間に気に入った同じメニューを何度も往復しています。メインの
の料理はもちろんですが、デザートやフルーツも最高に美味しかったです。キッズメニューも魅力的でした。場所も最高ですが、メニューも本当に素晴らしいディナービュッフェでした。欲を言うのなら、今夜はここに泊まりたいです。クリスマスの時期限定なのでしょうか、特大のジオラマが展示されていました。企業のロゴが至る所に入っていますが、これは何なのかと調べてみたら、この展示を通してチャリティーに参加している企業だそうです。見ているだけで楽しい雰囲気の、見た目にも心にも温かいジオラマでした。一瞬だけ外へ出てみました。隣にはトイストーリーホテルが見えています。さらに隣に少しだけ見えているのはホテルオークラ東京ベイです。ホテルオークラ東京ベイの動画は以前に投稿していますので、ご覧いただけたら嬉しいです。どこか近くで待機してくれていたバスが私たちを迎えに戻ってきました。それにしても見るたびに思うのですが、でかいです。お腹を満たされ大満足の私たちを乗せて、バスはヒルトン東京ベイを後にしました。次に向かうのは最後の目的地、東京スカイツリーです。ホテルを出たバスはディズニーシーの外側、リゾートラインの横を走行しています。ライトアップされ、とても綺麗なコロンビア号の横を通過しました。裏側はほとんど真っ暗で見えにくいタワーオブテラーの城を通過しています。再び東京ディズニーランドホテルの横を通過し、湾岸線を東京へ向けて走っていきます。一人暮らしできないから、もう施設入りまして、美しい東京の夜景を見ながら、今回のはとバスでの料金を振り返ってみました。今回のはとバスツアー代金は15,500円でした。ちなみに個人でそれぞれ個別に行った場合、東京タワーのメインデッキ展望台料金が1,500円、東京スカイツリーの展望デッキが2,100円、ヒルトン東京ベイレストランフォレストガーデン秋のディナービュッフェが6,900円。これら3つの料金を全て合わせると、なんと15,500円、ぴったり同じになります。3つの施設を回ってこのお値段なのはとてもお得で快適だと感じました。東京の素晴らしい夜景を車窓から望みながらスカイツリーへと道を急ぎます。高速道路の少し高い目線から周りを見ると、時折東京タワーやスカイツリーが見え隠れしていました。バスは隅田川を渡っています。東京スカイツリーが近づいてくると、カーブを通過するたびにスカイツリーが右の車窓に見えたり左に見えたり、目まぐるしく位置が変わっていきます。高速を降りてしばらく走ると、真横にスカイツリーが見えていました。画面に見える青いリングは
車内の照明を消した際の室内灯のリングが反射していました。ヒルトン東京ベイを出発してから約35分、東京スカイツリーに到着しました。団体バス専用の駐車場からスカイツリーへと入っていきます。地上350メートルの展望台へは超高速エレベーターによってわずか50秒で着くことができます。エレベーターを降りると東京スカイツリーからの素晴らしい夜景が私たちを出迎えてくれていました。画面上ではこの素晴らしさの半分も表現できないくらいの光の数と素晴らしい眺めでした。息を飲む美しさとはまさにこのような景色のことを言うのでしょう。スカイツリーの展望台にもクリスマスツリーが飾られていましたが、後ろの夜景とも相まって素晴らしく美しかったです。今度は東京タワーがめちゃくちゃ小さいですが綺麗に見えていました。東京スカイツリーでは70分間も見学時間がありました。時間の許す限り存分にスカイツリーからの夜景を楽しむことができました。スカイツリー展望デッキにはお決まりのガラス床がありました。夜なのともはや高すぎるので恐怖心は実感としてはあまり湧きませんでした。帰りに乗ったエレベーターの壁面にはとても美しい模様が描かれていました。後で調べてみるとこちらの模様は隅田川の夏の花火を連想しているそうです。展望デッキから下へ降りてくるとお決まりのお土産ショップがありました。スカイツリー限定のお土産を中心にたくさんのグッズやお菓子が販売されていました。スカイツリー1階の空町広場からはまさに東京スカイツリーを真下から見上げることができる大迫力の映像を撮ることができます。同じく1階には空町商店街があり、こちらでもお土産などを購入することができます。真下から見上げる東京スカイツリーのライトアップはとても美しく、そして迫力がありました。東京スカイツリーを出発しました。これから東京駅まで戻ります。録画はしませんでしたが、東京スカイツリーの駐車場はとても狭く、アストロメガがいっぱいいっぱいでカーブを切り返していくのがとてもかっこよかったです。右の赤い橋は吾妻橋です。現在に至るまで時代の移り変わりを持ってきました。スカイツリーを出発してから東京駅に着くまでは20分ほどでした。長かったはとバスの旅もあとわずかで終了です。東京駅が見えてきました。日中や夜のライトアップされた赤レンガが象徴的な明るい東京駅とは対照的に、照明が消えた夜の東京駅は少しミステリアスな感じがして、それがまた良かったです。ご案内してまいりましたコースもまもなく東京駅で終了いたします。短いお時間ではありましたが、日本の首都東京のご印象はいかがでしたでしょうか。行き届かないご案内ではありましたが、最後までお聞きくださいましてありがとうございました。どなた様も気をつけてお帰りください。本日ははとバスにご乗車ください。
上です。ご覧いただきありがとうございました。はとバス自慢の2階建てバスアストロメガで行く東京タワー、夜景のスカイツリー、ディナービュッフェバイキングご利用の際の参考になりましたら嬉しいです。バスは東京駅が終点ではなく、このまま銀座キャピタルホテルまで運転されます。ほとんどの方が東京駅で下車されました。東京駅までのお客さんを降ろした後、バスはすぐに出発していきました。運転手さん、そしてガイドさん、快適な旅をありがとうございました。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。